実のお兄さんとめちゃくちゃ仲がいいうんちのリアル兄弟エピソードに悶絶。今回はうんちの兄弟仲エピソードやメンバー内でのマンネらしいエピソードをご紹介。うんちの魅力をご堪能あれ。勢いを落とすことなく躍進中のルセラフィム。そんなルセラフィムの末っ子であるうんちのお兄さんとの仲良しエピソードが話題になっています。まずはルセラフィムが5月にアンフォーギ軍でカムバックした際のエピソード。カムバックの収録を終えて宿舎に帰ってきたうんちが Vlog の撮影中にお兄ちゃんに電話をかけるシーンがありました。電話でお兄ちゃんはうんちに向けて体調管理をしっかりしてね、カムバック活動もうまくいくように願ってるよなどの励ましの言葉をかけています。それを聞いたうんちは嬉しそうにニヤニヤ。大好きなお兄さんからのエールに喜ぶ姿がうんち兄弟の仲の良さが伝わってきて微笑ましいですね。続いてはルセラフィムメンバーによる自主制作バラエティで毎回メンバーたちがトークやゲームなどを繰り広げる人気企画ルニバースの37話からのワンシーン。この回のルニバースではパーフェクトゲームナイトと題しメンバーたちが様々なゲームに挑戦しました。その中で行われたのが真実か嘘ゲーム。ゲーム内容は各メンバーが自分についての2つの真実と1つの嘘を述べて他のメンバーはどの話が嘘かを見極めるというもの。うんちの選択肢は私は父方のいとこの中で最年長である、1週間に1回以上は兄に愛してると伝えている、中学1年生の頃からダンススクールに通っているの3つ。2つ目の1週間に1回以上は兄に愛してると伝えているという話に他のメンバーは困惑しつつもうんちなら嘘とは言い切れないと話します。この時点でうんちとお兄さんの仲の良さはメンバーたちの共通認識になっているのがわかります。最終的にメンバーたちは3つ目の中学1年生の頃からダンススクールに通っているが嘘だと指摘しました。しかし答えは2つ目の1週間に1回以上は兄に愛してると伝えているが嘘の回答。うんちは照れながら週に1回以上も愛してるなんて言わないよ。これに対して桜がじゃあどれくらいの頻度で言っているのと聞くとうんちは3週間に1度くらい。メンバーたちはそれでも多い、そもそも家族に対して愛してるなんて言ったことがないと驚愕。しかしそんな中唯一ユンジンはうんちに共感を示していました。ユンジンもなんて可愛い子たちなのルセラフィム。確かに家族に対して愛してると伝えることは記念日などの特別なシーンで言えるか言えないかの言葉です。日常的にお兄さんに愛してると伝えているといううんち。そんな妹可愛すぎませんか。うんちがお家に欲しい。さてそんなうんちのお兄さんですが実はチェウォンのファンであることが明かされています。もともとうんちとお兄さんは2人ともアイズワンのファンでうんちは桜推し、お兄さんはチェウォン推しだったとのこと。そのためお兄さんはうんちがルセラフィムに加入することになった際チェウォンと同じグループになったことをとても喜んでいたそうです。実の妹が自分の推しているアイドルと同じグループで活動することになるなんてファンとしてはこんな嬉しいことある。兄弟がアイドルだったらそんな奇跡展開があるのか恐るべし。もちろんお兄さんはうんちがアイドルとしてデビューできることを喜んだことは間違いありませんがまさか自分の推しであるチウォンと共に活動できるとは想像していなかったでしょう。お兄さんの K-POP ファンとしての側面が伺えて微笑ましいですね。またお兄さんはチェウォンの他にもエスパのカリナ推しであることが分かっています。9月にうんちがホストを務めるバラエティ番組うんちのスター日記にエスパのカリナとニンニンがゲストとして迎えられました。うんちは視聴者からの質問に答える Q&A コーナーにてカリナに対する質問を読み上げました。質問の内容はもしニンニンやうんちのような妹がいたらどうですかというのもニンニンとうんちはそれぞれのグループのマンネ同士。この質問に対しカリナはいいと思う、2人と一緒に暮らしたら楽しそう。そこから兄弟の話になりカリナがうんちにお兄さんいるよねと聞いたところうんちは兄はカリナさんのことが好きなんですと告白。この発言に対しカリナは驚きの声を上げるとともに照れくさそうな笑顔でカメラに向けてお辞儀をしました。カリナ様のたまに見せる人見知りっぽい感じかわいい。
そんな実のお兄さんが羨ましくてたまらなくなってしまううんちは、ルセラフィムの中でも末っ子の妹的存在。最年長の桜とは9歳も離れており、他のメンバーたちからもいつも可愛がられています。というわけでここからは、フィオナにうんちの可愛さをお裾分けということで、ルセラフィムの中でのうんちのマンネエピソードをご紹介していきたいと思います。そもそもうんち自身も自分が末っ子気質であることを自覚しており、年上の女性と過ごす方が好きだと語っています。ルセラフィムとしてデビューする前からも、先輩たちに可愛がってもらうのが好きだからグループに入るなら末っ子がいいと考えていたそうです。そんな根っからの末っ子気質であるうんちは、メンバーやファンからマンチェという愛称で呼ばれています。しかしこれはファンが考えたわけではなく、なんと桜の言い間違いがきっかけでこの愛称が生まれたのです。一緒に練習前のストレッチをする桜とうんちェ。桜がうんちのことを言い間違えてマンチェと呼んでしまいました。この言い間違いに2人とも完全につぼってしまい、床の上でしばらく笑い転げます。しかしこのマンチェという言葉が末っ子感たっぷりのうんちにぴったりだとして、すっかりファンの間でも愛称として定着することになりました。時にはうんちが桜に教えてもらったであろう日本語を得意げに披露。隣でうなずきながらうんちの日本語を聞いてる最年長桜の表情が余計にうんちのマンネらしさを際立たせています。その他にもおもちゃの馬に乗って遊んで倒れたり、チェオンに向けてシャボン玉を放ったりとやりたい放題のうんちェ。その度にメンバーたちから心配されたり注意されたりしている姿が本当の姉妹のようで似ていて微笑ましいですね。そして注意されても懲りずに遊び続けてる姿が世話の焼ける妹のようで可愛いです。そんなルセラフィムの最強マンネであるうんちには、実はマンネならではの悩みがあると明かしています。4月に公開されたうんちのスター日記に、IVEのリズとイソがゲスト出演しました。うんちはイソの Vlog のワンシーンを見てとても共感したと話しています。Vlog でうんちが見たのは、イソが高校の入学式の前にヘアメイクをするシーン。ツインテールを勧められるイソを見て共感したのだそうです。というのも、うんち自身もツインテールをさせられることが多いとのこと。うんちもイソもマンネだからという理由でツインテールにさせられることに不満を感じているようです。他のグループのマンネたちの間ではこれはあるあるの悩みなのでしょうか。いずれにせよ、ツインテールにされがちという悩みはマンネらしさがあって可愛いです。ファンの反応は、うんちのお兄ちゃんになりたい人生だった。うんちのお兄さんはチェロンテン。いいお兄ちゃんだな。うんちの妹感もすっごく可愛い。マンチェが生まれた瞬間何度見ても尊い。ルセラフィムのマンチェ爆誕の瞬間が好きすぎる。見た目は大人っぽいけど中身が末っ子なの最高。いかがでしたでしょうか。うんちが持ち前の末っ子気質でお兄さんやメンバーたちに可愛がられている姿は、見ているファンたちのことも癒してくれますね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。